皆さんこんにちは、クリアです。いつもご視聴いただきありがとうございます。今回はこんな感じのお袖もつながったように見えるサマートップス編んでみました。パーツ的にはサイドから編んでいく編み方で前身ごろ、後ろ身ごろ、袖の3つのパーツでできています。サイズはフリーサイズでゆったりめに着用していただけるような感じで、サムネにもあると思うんですけど、あんな感じに編んでみました。お好きな糸で編んでくださると嬉しいです。今回編んでいく模様編みはこんな感じの模様編みですね。だいたい長編みがメインかなっていう感じで、間のところにちょっと透かしを入れる感じで、その間のところを長編みで透かしがない部分を作るという感じにしていこうかなと思います。で、模様編み自体は3目で一模様の模様編みを編んでいこうと思うんですけれども、目数往復編みでずっと編んでって均等に入れるにはその3の倍数ですね。3目で一模様なので3の倍数にプラス1目下数っていうので往復編みで編んでいくので、短くしたり長くしたりとかする場合にはその3の倍数プラス1目っていう数で目数を決めていただくことができます。で、こんな感じでずっと編んでいって9段までいって10段目からが1段目から9段目のリピートという感じになります。で、1段目ブラックで書いてみました。もう6段目と7段目もね、長編みだけ編んでいく段なのでこんな風に書いてみたんですけれども、まず1段目2段目長編みを編んでいきます。で、1段目の時にもういきなり鎖3目じゃなくって長編みの立ち上げ方法っていうので立ち上げていくので、これそのまんま長編みにして書いてあるんですけれども、2段目の時もです。立ち上げの方法は長編みの立ち上げで立ち上げていきます。とりあえず1段目と2段目は長編みで、3段目からはこんな感じになっていくんですけれども、その都度3段目4段目5段目6、7はこんなんなんですけどね、8段目9段目といくたんびにこちらの図を見せてご説明しようかなと思いますので、とりあえずは1段目と2段目はこれから長編みを編んでいきます。それではまずは前身ごろの作り目から編んでいきます。で、糸端は糸処理できるぐらいに残して途中で結び目を作って、でここから100目鎖を編んでいきます。こんな感じで鎖を100目編んできました。で、ちょっと測ってみたんですけれども、一応私は65センチぐらいの長さになってました。鎖の編み方とか、それからちょっと測り方でもかなり違ってくると思うので、だいたいそれぐらいの目安っていう感じで見ていただければなと思います。はい、ではここから1段目入っていきます。それでは一番最初から長編みの立ち上げで立ち上がっていくって言ってたと思うんですけれども、一番最後のこの鎖をちょっと大きめに出しますね。で、裏山に1段目長編みを編んでいくんですが、裏山のところ、一番最後のところですね、ここの裏山、ここにこんな感じで指を置いて大きくならないように、小さくならないようにですねしておいて、長く引き伸ばします。長編みのちょっと長いバージョンでぐるーんと引っ掛けて、中指でずっと押さえたまんまでこの裏山のところにかぎ針を入れて、入れにくいんですけれども引っ掛けて引き出してきます。で、ねじってるのと引き出してきたので3本になってるのを引っ掛けて最初の2本だけを引き抜きます。で、そっからですね、指を離して引っ掛けて次2本を引き抜きますという立ち上げ方法です。で、横のところを今ちらっと見ると、ここにね、鎖っぽく引っ掛けれるところがあるので、ここのところにマーカーをつけてみてください。編めたら次からずっと長編みを裏山に一つずつ編んでいくので、編み入れたのここに入ってますよね。ここのところ、これが一番最初のこの立ち上げで、次の目引っ掛けてから次の目っていうとここになりますの裏山に入れて引き出してきます。で、引っ掛けて2本を引き抜いて、引っ掛けて次の2本を引き抜く。で、これで長編みが編めました。ちょっとね、次の目小さくなって分かりづらかったら、一番最初のこの立ち上げの次の目ですね、
ここの鎖のところにマーカーつけておくと分かりやすいかなと思うので、分かりづらかったらつけてみてください。そしたら次の目からもずっと長編みです。引っ掛けて裏山に入れます。でかけて引き出して2本を引き抜いて2本を引き抜くという感じで、長編みを1つずつ裏山に編み入れて最後の目まで編んでいきます。こんな感じで端まで長編みを編んできました。それでは次2段目も長編みを編んでいきます。それでは2段目、長く引き伸ばす立ち上げ方法で立ち上げていきます。長く伸ばしてくるっと時計回りに回します。で中指で押さえたまんまでぐるんとまた引っ掛けて、一番最後に編んだ長編みの頭に入れてかけて引き出してきます。でまた2本ずつ引き抜いていくので、引っ掛けて最初の2本で指を離して整えてから次引っ掛けて最後全部引き抜きます。でまたマーカーをサイドのところですね、この鎖っぽいところ、ここのところにつけておいて、であとはもう一緒です。前段の長編みの頭一つずつを取って今度は長編みを編んでいくので、引っ掛けて次の目、前段の長編みの頭ですねに入れて長編みを編むという感じで端までまた長編みを編んでいきます。はい、最後の目はこのマーカーのついたところにそのまんま入れて、で長編みを編み入れます。はい、これで2段目の終了です。3段目はまず鎖を1つ立ち上げて、前段の長編みの頭に細編みを1目編みます。でスキップ2つして3目目のところに細編みを編むんですけれども、その細編みと細編みの間のところが鎖を4目でつなぎます。細編みを編んだら2つスキップで3目目のところに細編みで、その間が鎖を4つでつなぐという感じでずっと編んでいって、最後のところ細編みを編んだらまた3つ残る状態なんですけれども、鎖を4つ編んで2つスキップした次の目っていうと、一番最後のところは細編みで終わるかなと思います。では鎖を1つ立ち上げてくるっと向きを変えたら、一番最初は長編み最後に編んだところに細編みをまず1目編んで、ここからスタートになります。でマーカーをまたつけて、で次が鎖を4目です。あんまりね緩くない方がいいかなと思うので、普通ぐらいの鎖を編んでいきますね。鎖を4目で2つスキップした3目目、ここのところが細編みになります。細編みを編んで鎖を1、2、3、4と4つ編みます。でまた2つスキップした3目目のところに細編みで、また鎖を1、2、3、4と4つ編んで2つスキップした3目目のところに細編みという感じで端まで編んでいきます。端の方まで編んできました。で今細編みを編んで残りの目数が3目になってます。で編んだら鎖を1、2、3、4と4つ編まなきゃいけないので、編んで細編みの次が2つスキップということで、一番最後の目が細編みになります。細編みを編んでこれで3段目の終了です。では次4段目です。4段目はこんな感じの緑のゾーンになるんですけれども、こちらの方に編んでいきます。でまず最初長編みが書いてあるっていうことは、長編みの立ち上げで立ち上げていって、次鎖を2つ編みます。で前段のこの鎖4つのところ、ここがね細編みになるんですね。でその間が鎖4つでつなぐという感じにずっとなってって、パキッと割った時に左右対称にならなきゃいけないので、最後鎖4つのところに細編みを編んだら鎖を2つ編みます。ここと同じなので2つ編んで、最後は長編みを編むという感じで編んでいきます。では次4段目、最初は長編みの立ち上げ方法で立ち上げていくので、そのまんまくるっと時計回りの方向に回しまして立ち上げていきます。一番最後のこの細編みの頭に入れて立ち上げます。でマーカーをつけたら次が鎖を2目、1、2と2目編んで、
で前段のこの鎖のところに側に入れて細編みを1目編み入れます。で編んだら鎖を1,2,3,4と4つ編んで、次の鎖のところに細編み、側に入れて細編みで、また鎖を1,2,3,4と4つ編んで、次の鎖のところに細編みという感じです。はい、こんな感じでまた端まで編んでいきます。はい、こんな感じで端の方まで編んできました。で、最後の鎖4目のところに細編みを編んだら、一番最後鎖を2つ編んで、マーカーのついてるところに長編みを1目編みます。はい、これで4段目の終了です。では次5段目です。5段目はちょっとピンクっぽい色ですね。ちょっと赤と被ってるんですけれども、この色ですね。こちらの5段目に書いてある方はこちらの方に編んでいきます。まずは鎖を1つ立ち上げて、前段の長編みの頭に細編みを1目編みます。そしたらここのところもね、鎖4目のところに細編みなんですけれども、その間のところ、これをね、鎖を2目にします。でまた細編みを編んだら鎖を2目で、前段の鎖のところに細編み、鎖は2目、次は前段の細編みじゃない、鎖4目のところに細編みという感じで、細編みの間の鎖を2目にします。でずーっと編んでって、最後のところは鎖を2目編んで、長編みの上に細編みを編むという感じですね。はい、では一緒に編んでみてください。それでは鎖を1つ立ち上げて、くるっと向きを変えます。でまず長編みの頭に細編みを1目編んで、ここからスタートなので、またマーカーを付け替えておいて、次が鎖を2目ずつです。鎖をね、ちょっと大きめの方がいいかなと思うので、鎖を2つで、鎖4目編んだところ、前段のところに細編みでつけます。こんな感じで、また鎖を2目で編んだら、前段の鎖のところに側に入れて細編みで、鎖が2目で、また前段の鎖のところに細編みという感じです。こんな感じでまた端まで編んでみてください。こんな感じで端の方まで編んできました。で前段でここ鎖2目ですね。で細編みで、ここが鎖4目でつないだところ、ここまで細編みを編み入れてるんですけれども、ここまで編み入れたら最後はね、鎖を2つ編んで、前段のこの長編みの立ち上げたところ、ここのところに細編みを編みます。はい、これで5段目の終了です。では次6段目です。6段目はこちらの方にずっと編んでいくこの紺色の色になります。まずこの立ち上げのところが長編みの立ち上げになるので、長編みで立ち上げます。で次はこの鎖2目編んだところ、ここに長編みを2目編み入れる。で細編みの上は細編み、鎖2目のところは鎖2目分の長編みを編み入れるという感じで端まで編んでいきます。まず最初は長編みの立ち上げで立ち上げていきます。時計回りに回してぐるんと引っ掛けて、前段の細編みの頭に入れて立ち上げていきます。でマーカーをつけたら1つずつ長編みを編んでいくんですが、この鎖2つ編みました。ここのところ、鎖と裏山のこの間のところにね、編んだ方が綺麗に見えるかなと思うので、間のところに編んでいきます。引っ掛けて鎖とこのポコッと出たところ、これ裏山です。このね、ちっちゃい間のところ、ここを取って、入れにくいようだったらもうそのまんまね、この側にスポッと入れて編んでも大丈夫です。まず私はちょっとここのところを取ってね、編んでいきます。長編みを1目。はい。で次のところですね、ここは見えやすいですよね。ここに穴が開いてあるので、ここに入れて長編みを1目で、次は細編みの上なので、そのまんま長編みを細編みの上に編みますという感じです。で次が鎖2目なので、この鎖と裏山の間に入れて長編み、次も鎖と裏山、は
はい、ここですね。に長編みという感じで、前段じゃないや。前段ですね。1段目と2段目と同じ目数にならなきゃいけないので、ここでちょっとね、狂ってるとおかしいかなと思います。なので一度ちょっと数えていただいて大丈夫だと思うんですけどね、最後の終わりが OK だったら、数えながら行かれてもいいかなと思います。はい、こんな感じで編んで、次の段、7段目も同じになるので、7段目も同じような立ち上げをして、反対に編んでいくという感じで、ちょっと7段目は説明はしないんですけれども、次8段目ですねになったらご説明しようかなと思います。2段分長編みを編んでみてください。6段目7段目と長編みを編んできました。では次8段目に行きたいと思います。では次8段目になります。8段目と9段目は同じ編み方になるので、9段目はちょっとこの間に入れるっていうのなんですけれども、同じ編み方になるので紫色で書いてみました。で、8段目はこちらの方にずっと編んでいきます。まずは長編み、一番最後に編んだところですね。ここのところに長編みを2目編み入れます。で、ここからは2つスキップした3目めのところ、ここに長編みと鎖と長編み、これを1目に編み入れます。で、また2つスキップした3目めのところに長編みと鎖と長編み、これを1目に編み入れるという感じで端まで編んでいきます。まずは長編みの立ち上げで立ち上げていくので、長く引き伸ばして時計回りに回して立ち上げていきます。立ち上げたら同じ目に長編みをまた1目編み入れます。で、編み入れたら2つスキップした3目めのところ、ここに長編み1目と、で、間に鎖を1つ。で、また同じ目に長編みを編み入れます。今度からはこれの繰り返しです。で、また2つスキップした3目めのところに、また長編みと、で、鎖を1目。また同じ目に長編みを編み入れます。2つスキップした3目めのところに長編み、鎖1目、長編み。こんな感じでまた端まで編んでいきます。こんな感じで端まで編んできました。で、長編み鎖長編みを編んだら1、2、3と3目残ってる状態です。で、一番最後は2つスキップした3目目ということなので、一番最後はこの目マーカーついてるところに長編みを2目編み入れます。はい、これで8段目の終了です。9段目は8段目の一番最後に編んだ長編み、この頭のところに2つ長編みを編み入れるというところからスタートしていきます。で、次は前段で長編み鎖長編みを編んだ鎖の目、ここに長編み鎖長編み、これを編み入れます。というのをずっと続けていきますね。鎖のところに長編み鎖長編みを編み入れる。で、一番最後は8段目の最初に編んだこの長編みの頭に長編みを2目編み入れるという感じで編んでいきます。それではまずは長編みの立ち上げ方法で立ち上げていきます。ぐるっと回して最後に編んだ長編みの頭に入れて立ち上げます。で、マーカーをつけたらまた同じ目にあともう1目長編みを編み入れます。はい。で、編み入れたら次は長編み鎖長編みのこの鎖の目、ここに即にこう入れてスポッと入れて長編みまたはじゃないですね、長編みと鎖と長編みを編み入れます。これの繰り返しです。次の長編み鎖長編みのこの鎖のところにスポッと入れてまた長編みで鎖を1目でまた長編みを編み入れるという感じです。はい、こんな感じでまた端まで編んでいきます。端の方まで編んできました。で、今は長編み鎖長編み一番最後のところですね。前段のここの鎖のところに長編み鎖長編みを同様に編み入れてます。で、ここまで編み入れたらマーカーのついているところ、ここにスポットを入れて長編みを2目
1、2と編み入れて、この段の終了です。で、次、上の段はまた長編みを編んでいきます。では次、10段目からはリピートですね。1段目のリピートになるので、この1段目同様に、長編みを編んでいくという段になります。もうずーっとここから1段目から9段目のリピートになるので、10段目は1つずつですね、長編みを編んでいきたいと思います。それではまずは長編みの立ち上げ方法で立ち上げていきたいと思います。マーカーをつけたら次は次の目の長編みの頭に長編みを1目で長編み鎖長編み、ここのところも1目ずつなので、まずは長編みの頭に長編みで、次は鎖のところです。鎖のところもこの側に編み入れてもいいし、鎖と裏山の間、ここに編み入れても大丈夫です。どちらでも大丈夫です。で、また長編みの頭に長編みという感じで、1目に対して1目ずつ長編みを編んでいきます。私はね、この間を取って編んでいこうかなと思います。はい、こんな感じで10段目、11段目と長編みですね、リピートになるので、今この段です。はい、今のこの段がもう1段目になるので、ここからはリピートになります。なのでちょっとわからないなと思われる方は、下にタイムコードが貼ってあるので、ポチッと押していただいたら2段目とか3段目に行くので、そちらの方を見ていただいて一緒に編んでみてください。そしたら今回糸のつなぎ方なんですけれども、マジックノットっていうつなぎ方でやっていこうかなと思います。で、普通のつなぎ方でもいいと思うんですけれども、今回はこう編み編みチックな感じだったので、もうこの方法でやっちゃおうかなと思います。で、この糸同士だったらね、分かりにくいので、ちょっと前の糸の残り、これがあるので、これとそれからこの糸でちょっと試しにやってみますので、皆さんもよければこの方法で試してみてください。それではこの糸が今までこう編んでた糸でずーっとつながっている糸で、こっちが新しくつなげる糸です。下の方ベージュになります。これ白っぽいのベージュです。でこれをつないでいくんですけれども、この今まで編んでた糸の下に糸端をこんな感じでくぐらせて十字にします。新しい糸が下、古い糸が上。で、その状態でこのまた糸端をこっちの方にね、ぐるんと返します。で、この糸端をまたこの糸端っていうかつながってる糸にこんな感じでまたね、くぐらせます。そうするとここに穴があると思うんですよ。この糸端をここにくぐらしてキュッと締めるっていうだけです。この糸端をこの中に入れて、で糸端を引っ張ってキュッと固く締めます。そしたら次、こっちの糸端を今度します。まずは古いというか今まで編んでった糸を新しい糸の上に下にくぐらせますね。でまたこう十字になってると思うんですけど、新しい糸上で今までの糸が下、この状態でね、またこれもねぐるんと折り曲げます。そうするとこっちと同じ感じでここに穴が開いてると思うんですよ。ここにこの糸をこう通すだけで、またここもギューッと結びます。固くしてみてください。できたらこの糸端同士を引っ張ります。こっち今までのやつ、これ新しいやつ、ビューッと引っ張る。そうするとね、ここでこう合わさると思うんですよね。そしたらもうここでもうギュッと合わさってるので、この端っこのギリギリのところをカットします。こっちの方も。これでつなげれました。そうするとこんな感じですね。ほんとギリギリでも大丈夫です。私ちょっと余ってるんですけれども、はい、こんな感じでつなげていきます。ちょっと今これ続いての糸じゃないんですけれども、説明のためにこちらでしてみました。はい、こんな感じで18段目まで編んできました。
肩の部分はこれでストップして、今度は襟ぐりの部分を編んでいきます。まずは鎖を1つ立ち上げて裏を向けます。で、細編みを数目編んでいくんですけれども、一番最初は長編みの頭にまず1目編んで、でマーカーをまた目印につけておきます。で、次は隣の長編みの頭で、次も長編みの頭5目編んでいこうと思うんですけど、123で、次が鎖のところですね。4、5と5目細編みを編みます。で、その次中長編みを編みます。引っ掛けて長編みの頭に入れて引き出してきて、かけて3本を一気に引き抜く。で、隣の目も中長編み引っ掛けて、今度は鎖のところ間に入れて引き出して、でまた中長編みを編み入れます。で、編んだら次隣からもうずっと長編みを編んでいこうと思うので、引っ掛けてまず長編みの頭に長編みを1目で、次隣の長編みの頭に1目という感じで、ここからは長編みを1つずつ編んでいきたいと思います。一番端の目まで長編みを編み入れてきました。では次上の段に行きたいと思います。それではこの段も長編みを編んでいこうと思うので、長く引き伸ばす方法で立ち上げていきます。マーカーをつけたら、この前段の時に中長編みの頭のところにマーカーをまたつけてあると思うんですけど、そのちょっと手前ですね、そこまでは長編みを編んでいこうと思います。ここからずっとマーカーの近くですね、その辺りまで長編みを編んできました。で、ここにあともう一つマーカーがついてあると思うんですけれども、この中長編みのマーカーの隣から数えて1、2、3、4、5、6、7と7つ目のところにマーカーをつけました。で、ここまでずっと長編みを編んでいこうかなと思います。はい、マーカーのところまで長編みを編んできました。で、この目数なんですけれども、ここ88目ずっと数えてったら長編みの数があるんですね。はい。では次の段からはもうここちょっと減らし目ができたので、ここの目数でずっと編んでいこうと思います。で、編み方はもうここと一緒です。この次のここですね、1、2、3段目と一緒の編み方になるので、鎖1つ立ち上げて裏を向けます。で、そしたら最初は細編みから始まっているので、細編みを編んで、でまたマーカーつけとくと分かりやすいのでマーカーをつけてみてください。はい。で、そしたら鎖を1、2、3、4と編んで、2つスキップした3目目に細編みという始まりだったと思うので、そんな感じでね、また段数を重ねていこうと思います。で、また減らし目じゃないや、今度増やし目しなきゃいけないので、増やし目をするんですけれども、あと何段かはここから同じような感じで編んでみてください。減らし目をした段をここまで編んできました。で、減らし目をして、ここですね、88目でずっとここまで編んでる段っていうのが15段あります。で、詳しく見ていくと、ここが長編みで88目まで編みました。で、その次が鎖と細編み、鎖4目細編みでつないだ段っていうのと、ここまでですよね、長編みまでの段、これが3段あると思います。で、その次が長編みが2段分、V ステッチで編んだのが2段分、長編みが2段分で、この間の透かしのとこですね、細編みと鎖で編んでつないでる分の段が3段分で、長編みの段が2段あるんですけれども、2段目のその途中まで、もうちょっとなんですけど、ここまで編んでる状態です。で、ここを見ると、ここに V ステッチの段があって、その両脇のところが長編みの段が2段。でからこの細編みと鎖とでつないだ段
で今この長編みの段ということは、ここでまた減らし目してここ伸ばさなきゃいけない段になるので、ここでこのところからですね糸をつないでここからですね糸をつないで編んでいこうと思います。で糸をつなぐのも新しい糸玉で出してもいいし、私もこれ続きの残りっていうか続きの糸玉ですよね。それの外側ここから糸をねちょっとつなぐだけなので、こちらの糸でやっていこうと思います。最初の時にこれ100目分編んで、88目ってことはここから12目分鎖を編まないとこっちと合わないと思うんですよね。なのでこのマーカーのついているところにかぎ針を入れてかけて引き出してきます。で糸端は糸処理できるぐらいに残しておきます。ちょっと長めにしますね。はい。でその状態で鎖をね一つだけ編んじゃいます。これ取り付け分の鎖です。鎖を一つこれでキュッと取り付けれるのでギュッとしておきます。でここから1234と数えていくので、12目分なので12目分の鎖を編んでいきます。はい、12目分鎖を編みました。そしたらまたここもね鎖を一つだけ編んじゃって、で糸端カットします。糸処理できるぐらいでカットして、でここもちょっと抜いて根元を押さえつつこう引き締めておいてください。ここ12目分。そしたらまたかぎ針を戻して、ここから同じような感じの続きでね編んでいきます。それではちょっとこの2目分ですね、長編みを編んじゃいますね。長編みを2目分とここまでなので、このマーカーのところまでは長編み、これ88目分です。ずーっと今まで続いてきて88目分まで編みました。そしたらこの鎖のところ12目あると思うんですけれども、最初の5目は長編みを編みます。引っ掛けてこの裏山に編んでいこうかなと思うので、裏山のところに入れて、ここから5目分長編みです。はい、5目分長編みを編みました。そしたら次2目分が中長編み。中長編みをまた次の裏山に入れて編みます。1目で次隣。で2目と中長編みを編んだら、次から5目分が細編みになります。なので細編みを編んでいきます。はい、細編みを編みました。そしたらねここのところちょっとこんな感じになったので、次からはもう同じです。今この段減らし目の段と同じような感じで編んだので、次からはもう V ステッチの段になると思います。もうここからは同じようにここ18段あるんですね。18段分を編んでいきます。で長編み2段で終わるような感じで編んでいきたいと思います。ここからはもう続きなので同じような感じで続きを編んでみてください。こんな感じで後ろ身ごろも前身ごろ同様に18段目まで編んできました。で今はこの V の模様はですね、長編み鎖長編みこの段で終わってて、次は長編みをずっと2段編んでいくという段になると思うんですけれども、前身ごろのところでもここ減らし目を少しね19段目でしてったと思うんですよね。で後ろ身ごろもちょっとネックのところがあればいいかなと思うので、この時点でまた次の段ですね19段目で減らし目をしてネックの部分を作っていこうかなと思います。でこの大きさ自体はもう前身ごろと一緒になるので、前身ごろの寸法を参考にしてみてください。それでは鎖をまず1つ立ち上げて裏を向けます。裏を向けたらここから3目分中長編みを連続で3回編んでいきます。引っ掛けて一番最後に編んだ長編みの目にまずは中長編みを1目編んで、
で、目印にマーカーをつけておきたいと思います。で、その隣の目、長編みの頭に中長編みをまた1目。で、また長編みの頭に中長編みを1目。ということで3回連続中長編みを編みました。で、ここからはもうずっと長編みを編んでいこうと思うので、長編みを、今度から鎖のところですね、間を取って長編みを編む。で、次は長編みの頭に長編みを編む。という感じで、ここからは最後の目まで一つずつ長編みを編んでいきます。ここからずっと端の方まで長編みを編んできました。で、今一番最後の目まで編んであります。で、次の段ですね。20段目、長く引き伸ばす方法で立ち上げていきます。立ち上げてマーカーをつけたら、この段はもうずっと長編みを編んでいく段になると思うんですけれども、端からずっと長編みをこのマーカーのところまで編んでいこうと思います。目数は94目なんですけれども、一番最後にこれ編み入れると思います。前段で一番最初に、編んだ中長編み。ここから数えると、1、2、3で4、5、6と6つ何もしなくて7目目ですね。にマーカーをつけました。94目になるので、ここからは94目分長編みを編んでみてください。減らし目をしてから15段目の途中まで編んできました。そしたらここでまた前身ごろと同じように端のマーカーのつけておいたところにかぎ針を入れて引き出して、ここでまた糸をつけて増やし目をしていきます。で、糸端は糸処理できるぐらいに残しておいてください。で、ここで鎖を1つ編んで、これ取り付け分ですね。はい、取り付けて、ここから鎖を6目編んでいきます。鎖を6目編んだら、引き締め分の鎖を1つだけ編んで、糸端は糸処理できるぐらい残してカットします。はい、これで鎖を6目分編めました。で、次から休めておいた糸で長編みを編んでいきます。で、編んで、マーカーのついてるところが一番最後の目になるので、最後の目にも長編みを編み入れます。マーカーを取ったら、ここから長編みを3目分編んでいきます。ちょっと私間違えて4目分編んでるんですけれども、ここのところは3目分です。すいません、間違ってるんですよね、ここのところ。で、長編みを3目編んだら、あともう3目分残るんですけど、ちょっと間違えてさっきのところで4目編んでるので、皆さんはあと残り3目分の中長編みを編んでみてください。ちょっとね、間違って編んでるんですよね。後で見直して気づきました。これで増やし目のところができました。そしたら次の段ですね。次は V のところを編んでいく段です。まずは長編みの立ち上げをして、で、マーカーを横のところにつけておきます。そしたらまた同じ目に長編みを1目編んで、で、ここからは2つスキップした3目目に長編みで、鎖1目長編みを同じ目に編み入れる。で、また2つスキップした3目目にという感じで、同じ要領で18段分編んでいきます。やり方はもう前身ごろと一緒なので、わからない方は前身ごろの部分を見てみてください。これが後ろ身ごろのサイズになります。前身ごろと後ろ身ごろ1枚ずつ編めました。そしたら次はこの前身ごろと後ろ身ごろの肩の部分を合わせていきます。まずは身ごろ部分の表になる方にマーカーをつけます。マーカーでも何でも目印になる、表になるっていう目印をつけてみてください。そしたら私はこっちが表で、こっちも表なので、表同士をぺったりとこう合わせます。中表にして、で、肩のところを待ち針でも何でもいいので留めていきます。両肩のところを合わせてきました。で、ちょっとここ言うの忘れちゃってるんですけれども、ここの部分ね、
最後今これ長編み編んだら鎖を一つだけ編んじゃって、このかがっていく部分を残してカットしちゃいます。こっちの方は切っちゃってるんですけれども、ついてる方、これをだいたい3倍ぐらい取っときます。1倍、今ここでこれで1ですよね。ここで1倍で2倍プラス3倍ぐらい取ってカットします。もしも足りなかったらまた次足せばいいので、そんな感じでここのところをシューッと抜いて、で留めておきます。でできたらとじ針に糸端を通してここの部分をかがっていきます。右から左にこうかがっていった方がやりやすいので、自分のやりやすい方にしていただいて、端っこの目からかがっていきます。まず最初は端っこの目同士なので、一番最後のこの長編みの頭と、それからこちらの方も一番最後の長編みの頭同士をまず最初にかがっちゃいます。であともう一回ぐらい、同じところに入れてかがってみてください。ここかともう一つですね。はい、ギュッとしました。でまたもう一回この糸端でちょっとね結んでおきます。はい、そしたらもうここ完全にこうくっつけれたので、あとここからはもう一つずつかがっていくだけです。とりあえずこのね間ここをね必ず合わせるようにしたらもうどこでも大丈夫なので、2本ぐらいかけてこんな感じでかがっていくっていうだけにしていきます。こんな感じで端の方までかがってきました。そしたらこの一番端っこのところだけは2回した方がいいかなと思うので、2回ぐらいして、で糸端これ残ってるので、ここでねちょっと肩結びしておきます。こちらがもう外側ですよね。こっち側表に、中側が中表にしてるので、なので外のところにまたこれもそのまんまかがってるようなところ、ちょっと今ねかがってもわからないと思うんですよね。同色の糸でしてるので、中の方にこんな感じでシューッと糸処理をして入れておきたいと思います。はい、で糸処理をしたらこちらの糸端を際でカットして、これで片一方の方がこんな感じでつなげれることができました。はい、でそしたらもう片一方の方も同じような感じでやっていきたいと思います。それではもう一方の方は糸端ついてないので、新たに糸端をですね作りたいと思います。さっきね3倍ぐらいで結構ね長かったかなと思うので、糸処理できる分プラス、3倍でもいいかなと思います。でカットしておいて、ここからまた糸をつけてやっていきます。で糸端にまたとじ針通しまして、どっちからでもいいです。私このネックの方からするんですけど、反対向けてこっちからでもどっちからでもいいのでやってみてください。まずは端っこのところですね、一番上のところ、ここのところと、で向かい側も一番端っこのこの目のところですね、ここに入れて、まずここからスタートしていきます。で一回ねここのところもギュッと結んだ方がいいので、なんかねひっつくじゃないですか。これもね糸処理できるぐらいに糸端残して、ここのところも最初に結んどいて、そこからスタートしようかなと思います。はい、でそしたらここのところですね、今待ち針こっちに打っちゃってるんですけど、打ったと思うので同じような感じでこの間ここをこんな感じで合わせるような、ちょっと見えにくいですね、すいません、合わせるような感じにして端っこまでやっていきます。で端っこだけは2回ぐらいして、また同じくこう中の方にシューッと通していただいて、これで肩のところができますので、そんな感じにかがってみてください。こんな感じで両肩の部分をかがってきました。
そしたら次はこのネックのところを編んでいきます。それでは身ごろはこちらが表になった状態で、ネックの糸をつけるのは肩の部分から糸をつけていきます。まずはこの肩の合わせたとこ付近に入れる場所があるので、私はここにあったので、この辺りに皆さんあったところに入れてみてくださいね。で、かけて引き出していきます。で、この糸端は編みくるまれる場合には編みくるむ分残してみてください。私はちょっと編みくるまないので、鎖を一つ立ち上げます。で、糸端をちょっとギューッと引っ張ると小さくなるので、これは取り付け分として、いっか。このままで編みますね。じゃあ、鎖は一つ立ち上げずに取り付け分だけで、まずは細編みを一目編んで、で、マーカーをつけておきます。これ一番最初の細編み。で、このところはね、私こっちが表で、こっち後ろ身ごろですね。なのでこっち左肩になるんですけれども、どこでも大丈夫です。これ編み始めるのは、肩の部分でこっちでもいいですし、どちらでもいいんですけれども、肩の合わさった部分にしてみてください。私は左肩から始めます。大概ね、多分左肩から始める方が多いかなと思うんですけれども、そんな感じで細編みを普通に編んでいくだけです。で、この部分は減らし目をしていったところなので、長編みの頭とか見えてると思います。ここの部分に1目ずつまずは細編みを編み入れていきます。で、隣のところ細編みの頭に細編みで、中長編みの頭には中長編みの頭に細編みという感じですね。こんな感じで一つずつ長編みとか中長編みとかの頭一つずつを取って細編みを端の方まで編んできました。端って言ってもここがね、減らし目して編んでるところなので、そのところまで編んであります。で、次はこっちの方に編んでいかなきゃいけないんですけれども、これはね、サイドの部分になるので、細編みとか中長編みとか長編みとかの頭がない方ですよね。なのでここのところも適度に入れていっていただいたらいいです。この感覚と同じぐらいに。で、細編み何目とかも全然決まってもないので、こうやって穴の開いてるところとか、こうやってちょっとしっかりめのところですよね。に細編みを編む。ここもいい感じのところなので、細編みを編むという感じにしていきたいと思います。で、なるべくこの側じゃなくって足を割って編んでみてください。そっちの方が綺麗に見えるのでね。で、ずっとこう編んでいってもらって、で、ここからまたずっとこう長編みとか中長編みとかですよねの頭を取って一つずつ編んで、ぐるーっと編んでいく。で、一周だけもう細編みを編もうと思ってるので、最後ここまで編んだら、糸処理を中の方にしていただいたらいいかなと思います。はい。こんな感じでぐるっと一周編んでみてください。それでは次は袖のところを編んでいきます。で、これちょっと図に変えてみたんですけれども、この丸になっているのがネックのラインですね。ここでいくと、この丸のここです。この部分がネックのラインになっていて、で、この線が引っ張ってあるのが肩のライン。で、こっちが前身ごろ、後ろ身ごろという感じで書いてあります。ちょっと半分しか、こっちしか書いてないんですけれども、なので、右肩の部分ですね。右袖の部分をちょっと書いてみました。で、ここにこんな感じで袖をこう往復編みでね、ずっと編んでいきます。で、同じ模様編みで編んでいくので、3の倍数プラス1目で模様編みはできているので、そんな感じで3の倍数プラス1目になるように今書いてあります。で、3の倍数プラス1目の1目をこの肩の合わさったところ、これをね、1目として設定しました。ということは、あと残りは3の倍数をここに継ぎ足せばいいかなと思うんですよね。で、私は39目で設定をしてみたんですけれども、ちょっとご自分で着てみて、この脇のところをこうつまんでみて、どれぐらいがいいかなっていうのをちょっと見ていただくと、もしかしたら39じゃなくてもうちょっと広めでもいいかなと思うんですよね。けどこの39目にプラス3目ずつ足していった数でこの往復編みでずっと編めるので、なのでここの数、これはね39じゃなくても大丈夫です。41とか、44とか、とりあえず3の
倍数であればここはお袖のとこですね。これはもう何目でも大丈夫です。とりあえずこの真ん中のところを1と基準にしているので、ここの数っていうのは、3の倍数であれば何目でも OK ということになります。ここですね。こっちも同じような感じで3の倍数ということになります。はい。で、また糸をつけて編んでいこうかなと思います。それではまず肩のところのラインのところ、これを1と数えるとするので、1の部分にマーカーをつけました。っていうのがちょっと拡大するとね、ここになるんですけれども、1ってどこやって思うと思うんですよね。それがこれ長編み、長編み、ここの間です。本当だったら何もないところなんですけど、ひっつけたのでここをもう1としちゃいます。じゃないと目数がね合わなくなっちゃうので、なのでここから右、これがね100目あると思います。でここからこのちっちゃいこの、長編みですよね。ここから左がまた100目あると思うので、100目100目のこの間、これをね1として数えちゃいます。はい、ということなので、今これ1のところこれつけましたよね。この1のところにつけました。そうするとその隣から39目分っていうのにまたマーカーをつけるので、この今先ほどのこの真ん中の隣の目、ここに長編みの頭見えると思います。こっから39目目のところにマーカーをつけました。ということはあと残り40目からずーっと数えていったら最後のところまでこれ60目ずつ60目あるっていうことですね。はい、っていうことがわかると思います。で、次のところも、次のところじゃない、この左の方ですね。これも、ここが真ん中で出しました。で、この左、ここから1目として数えるので、ちっちゃいんですけれども、ここから数えて39目目のところ、私は39にしたので、39目目のところ、言いにくい、のところにマーカーつけときましたね。で、またこれも40目から数えたら、あと残り60目、反対端っこまであるということになります。で、このマーカーをちょっとつけっぱなしにしておきます。はい、その状態でここから糸をつけて編んでいこうと思います。で、長編みの直線のところ、ここがね、この鎖と細編みでつないだところなので、鎖と細編みのところ、長編みということは次は V を編まなきゃいけないゾーンになるので、ここは V を編むゾーンになります。今長編み2段来たので V ゾーンですね。まずは糸をこのマーカーのところから引き出してきて、こっちはねちょっと編みくるまずにしてみてください。糸処理できるぐらい残して鎖を1つで、これ取り付け分ですにしたいと思います。ぎゅっと引っ張って、で立ち上げが長編みの立ち上げでしようと思うので、ずれないようにこの糸端を押さえつつ、こんな感じで引き出して立ち上げていきます。でマーカーをつけて、まず同じここの目のところに長編みをあともう一目編まなきゃいけないので、長編みをあともう一目編み入れます。ここからスタートで、編み方自体もここと一緒ですね。で編み入れたら次から3目目のところ、ここに長編みで鎖が1目で長編みという風になると思うので、3目目のところに長編み、鎖長編みで編んでいきます。袖の取り付けたところをずっと編んで真ん中のあたりまで編んできました。でここまで長編み、鎖長編みを編んで123目目っていうところの真ん中のところになるんですね。で真ん中のとこあたりにちょっと入れにくいかもしれないんですけれども、ここに長編み、鎖長編みを編み入れます。マーカーを取ってこのあたり長編みで鎖が1目、長編みを編み入れます。で編み入れたらこの隣から123目目のところに長編み、鎖長編みを編むという感じです。こんな感じでずっと編んでいきます。はい、そうするとこのマーカーのところが長編み2目になるので、長編み2目編んだらくるっと裏を向けて、でまたこの V の続きですねを編んでいくという感じで編んでみてください。でこちらの方にも編んでるのがあるんですけれども、
今がこの V の段、ここを編みましたよね。今 V のこの一番最初の段をこれ編んでるので、その次裏を向けてこの、V の段でからまた長編み2段でからこの細編み鎖4目細編み、これの段が123と3段ありますよね。でその次に長編みが2段くるので、この最後の長編み2段まで編んでみてください。はい、合計的には、袖のところは123456789、9段分ですよね。ちょっと切りがいい9段分編んだんですけれども、9段分を編んでいただいて、糸はカットせずに置いておきます。でまたその次にね、この袖のところをね、ここか、はい、こんな感じで糸をつなげたまんまで袖と脇の部分を編んでいかなきゃいけないので、9段分袖のところは編んでみてください。でここをずっと編んでったの、これが表向きにこうずっと編んでってるつもりなんですね。ここのところかがっているところ、こっちが表でこっちが裏の設定なので、今度、袖とこの身ごろのところつないでいくのは裏を向けて編んでいこうと思います。なのでこっちが表なので、こっち反対側にねして裏が表になるような感じにして、ここから編んでいこうと思います。でこのマーカーついてるところ、こことここをね一番最初に合わせておいて、ここですね、マーカーとマーカーのところ、ここがお袖の部分、始まりのところなので、始まりと終わりのところです。なのでここを合わせて編んでいきます。そうするとこの袖のとこから下、これ長編みになってると思うんですけど、この長編みを一つずつ取っていったら、もうここ身ごろっていうか、脇のところは同じ目数になっているので、最後余らずに編めると思います。で一番最初のところ、ここですね。ここのところも待ち針打ったりとかしても大丈夫なんですけど、ここのところをねこうやってして合わせて、長編みと長編みのところをね合うような感じにこうして、編んでいくのでいいかなと思います。とりあえずこのねところはつけておいてください。合わせるような感じにしておいて、でここから袖の部分から編んでいきます。それでは鎖をまず一つ立ち上げて、今糸ってこの奥の方にあるんですけれども、もうちょっとやりにくいんですが、この手前の方のこの立ち上げたところ、ここに入れるのと、それから今の鎖一つ立ち上げてのこの目のところです。長編みのところに入れて、まず細編みを一つ編みます。でもここはもう最後のところになるので、マーカーもつけずにそのまんま編んでいきたいと思います。でこのところはもう間隔もお好きな感じで編んでみてください。こんな感じで細編みを編む。で細編みを編むという感じで、脇の下のこのマーカーのところまで編んでいきます。はい、マーカーの手前まで細編みをずっと編んできました。そしたらマーカー同士、この目をね、これをきちっと取らなきゃいけないので、とりあえずここはね正確にちょっと取っていきます。はい、この目だけはきちっと取って、で隣の目、ここだったらここに今入れてあるので、その隣の目ですね、こっからがこの身ごろの部分、身ごろじゃないや、前身ごろですよねになるので、こっからはもう一つずつこの頭同士ですね、長編みの頭同士を取って編んでいくという感じですの。こっちですね。そうするとね、この頭同士ずっと取っていくと綺麗に目数通りに合うかなと思うので、それで最後まで編んでいきたいと思います。で片一方、こっちの方ねずっと編んでったら、こっちは糸処理できるぐらいに残してカットしてみてください。でもう反対の方も同じような感じで編んでいくんですけれども、こっちと同じですね。はい、裏向いてずっと編んでいく。でもう片一方の方は糸をつけたまんまにしてみてください。それで裾のところを編んでいくので、こちらの片一方はカットして糸処理をしてみてください。でまた2つですね、編めたら次裾のところ編んでいこうと思います。こんな感じで両袖のところ、脇のところですね、身ごろを合わせてきました。で片一方のところはカットしてあって、で片一方の方は糸がついたままになってます。でこれ今裏向いてるので、こっちの表の方にまずは向けて、
でまた裾の方を編んでいこうかなと思います。こんな感じで表に向けたら、このね脇のところがこういった感じになってます。これはね細編みが出てるんですけれども、表に向けるとねすっきりしてるかなと思います。で次はこの糸ついてるところですね。ここからまた細編みを編んでいこうかなと思います。裾のところを編むのもこの袖下のとこですね、そことかと一緒の編み方になるので、同じような感じの間隔は同じようにしていったらいいかなと思います。目数とかも全然関係なしに編んでいきます。まずは鎖を一つ立ち上げて、立ち上げた近くのあたり、このあたりかなっていう感じのところにまずは細編みを一つ編み入れます。どこでも大丈夫です。裾のところ整えていくだけなので、ぐるっと一周編んできた時に分かりづらいのでマーカーはつけてください。でそしたら次どこかな、この辺りですよね。この辺りでまたこの辺りという感じで間隔を同じ間隔にしながら編んでいこうかなと思います。こんな感じで裾の部分をぐるっと一周細編みを編んできました。で一番最初の細編みの頭に引き抜きます。でキュッと締めて、これでぐるっと一周編めたんですけれども、あと糸の残りがもうちょっとあるので、あともう一段ぐらいはいけるかなと思うので、2段目にちょっと入ろうかなと思います。鎖を一つ立ち上げて、根元の今引き抜いた部分からまたぐるっと一周細編みを編んでいこうかなと思います。この裾の部分はもう何段でも大丈夫ですので、同じ糸で編まれていない方とか、もうちょっと裾の部分丈が欲しいなって思われる場合には何段か編んでみてください。最後に糸始末もして、これで完成になります。皆さん大変だったと思うんですけれども、お疲れ様でした。今回の動画はいかがだったでしょうか。この動画が良ければ高評価、それからコメントの方もよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。